こんにちは。とある料理屋料理長のピエールです。本日は今年2回目となるサクラマスをさばいていきたいと思います。このチャンネルは普段お客様には見せない厨房の仕込み風景を週1回投稿してますので、よかったらチャンネル登録をお願いします。さあ、ではやっていきましょう。今回もね、いいサクラマスが入ったんですよ。ただね、鮮度を保つために腹は先に取っちゃいました。もしね、腹をさばく動画見たい方いましたら、前回のサクラマスをさばいた動画概要欄に貼っておきますので、よかったら見てくださいね。前回はですね、三枚おろしでさばいたんですが、今回は大名おろしというさばき方をしたいと思います。というのはですね、このサクラマスというのは身が非常に柔らかいんですよね。なので一般的には三枚おろしでさばくより裏表ひっくり返さない大名おろしというものでさばいた方がいいと言われています。じゃあ三枚おろしはダメなのかっていうと、そういうことではなくてですね、要は身割れしなければいい話なので、丁寧に扱えるのであれば普段の他の魚と同じように三枚おろしでやっても全然構いません。むしろ自分のいつものやり方でさばけばいいと思います。今ちょうど大名おろしの最中ですね。包丁を入れる箇所さえ分かっていればさほど失敗はしないさばき方になります。ただね、この中骨を取るときは身をそぎすぎないように注意しましょう。この中骨もめちゃくちゃうまいんで絶対捨てないでくださいね。煮ても焼いてもいいですし、後で紹介しますけど、茹でてから蒸してそれをほぐしてお茶漬けなどにしても抜群にうまいですね。ちなみに皆さん、サクラマスとヤマメが同じ種類の魚だってご存知でした？僕もね、魚博士じゃないのでそう完璧にはちょっとわからないんですけれども、調べたところによると、もともとはですね、川でヤマメとして生まれるんですよね。そしてそのヤマメの稚魚たちなんですが、餌を食べれる強い稚魚と餌を食べれない弱い稚魚、2種類に分かれるそうなんですよ。そしてその強い稚魚たちはそのまま川で生活することができ、そのままヤマメへと成長していくわけなんですが、弱い稚魚たちはですね、餌も食べれないもんでやむを得ずに厳しい環境の海へと出ていくわけなんですよ。そしてその海で生活をすることによって皮肉にもですね、もともとのヤマメよりも大きく成長したサクラマスへと変化するそうなんです。すごいですよね、この話。びっくりしました。それで今回のこのサクラマスの話に戻るんですけれども、サクラマスっていうのは通称本マスって言われてるそうなんですよ。ただこの本マスっていうのにも実は2種類ありまして、海マスっていうのと川マスっていう2種類があるそうなんですよ。どういうことかっていうと、海マスっていうのは要はその海で採れたマスですね。川から海に出てきたヤマメたちが大きくなってサクラマスになる、それを取ったものが海マスで、川マスっていうのがですね、その海で生活していたサクラマスが産卵のために川へ戻るんですよ。でその川へ戻ったところを取ったものが川マスっていうんですよね。産卵を迎えているので当然脂の乗りが良くてですね、このサクラマスの中でも超超超高級って言われているものになります。認識合ってるかな？間違ってたらごめんなさい。もし間違ってたらどこかで見てくださっている魚博士の方、ご指摘いただけると幸いです。さあ、では最後、余ったかわいそうなね端っこちゃんたちを捨てるのもったいないんでね、これは料理にし
して美味しくいただきましょう。うちの場合ですと、だいたい煮ちゃいますね。煮て、ほぐして、フレークにしちゃいます。以前はね、蒸してたんですけども、ちょっと生臭いって話になって、最近では煮るようにしてます。それで、料理酒入れたり、醤油を入れたりして、少し味付けをします。あとはコトコト煮て粗熱を取ってほぐすだけ。もうほんとめちゃくちゃシンプルです。そして仕上がったのがこちらです。もうね、抜群にうますぎます。もうフレークなんでね、どんな使い方も OK です。これは押し寿司の間に入れています。うまいですよ。はい。店ではね、こんな感じで瓶詰めにして通販で売っています。ちょっと宣伝でした。はい。というわけで、今回もご視聴ありがとうございました。それではまた次回お会いしましょう。おっす。